そのピュアな気持ちでこの大地に降り立とう。アナスタシアで地球とつながる。こんにちは。アナスタシア響き渡るシベリア杉シリーズを読んで一族の土地整備中の高志です。今日はアナスタシアのこのシリーズの本なんですけど、この本を2回目以降読んだ時の気づきについてお話ししてみようと思います。僕はこのアナスタシア響き渡るシベリア杉シリーズを最後まで読んだらまた一巻に戻ってもう一回一巻からまた読み進めるっていう風にループしてずっと読んでるんですけど、そのループして読んだ時にいろんな気づきがあったんで、それをちょっとご紹介したいと思います。一番最初にループして読んだ時、つまりこのアナスタシアのこの一巻ですね、この一巻を2回目に読んだ時の気づきなんですけど、2つありまして、1つはこの一巻に書いている内容について新たな発見があったっていうのが1つ目で、2つ目が、アナスタシアの年齢についての気づきがあったっていう2つあります。で、1つ目の、一巻についての内容の新たな気づきなんですけど、今日本語訳は、8巻の上まで出てます。1巻以降、つまり2巻から8巻上までの内容を網羅する形で、それのエッセンスがもうすでにこのアナスタシア1巻に全部出てるなっていうふうのを気づきました。具体的には、種の植え方だったり、植物との関わりとか、動物たちとの関わりで、夢についてで、人間の誕生についてで、食事について、あとは、星との交信だったり、UFO の構造っていうのもありましたね。で、杉の癒しの力で、それから闇の時間域を超えて人々を運ぶってことですね。このためにめぐれさんに本を書いてもらって、でそれによって人々を闇の勢力の時間域を超えて運ぶことができるっていうお話も出てきますね。これは一族の土地につながることなんですけど、それの原型がこの一巻でしっかり出てきてますね。それから神の現れとしての自然について、自然との関わりについてっていう風な感じで、だいたい後半の方に出てくる内容のシード、種の部分がもう全部一巻で出てきてるなっていうイメージを受けました。で、この項目の中で、UFO の構造っていうのは一つだけなんか突飛な感じがするかもしれないんですけど、これ結構、僕は重要だと思ってて、なんでかって言いますと、他の項目は全部人間の本質についてだったり、人間の生きてる意味についてダイレクトに問うようなタイトルだったりするんですけど、この UFO の構造っていうやつだけちょっとそこからは外れてる感じがしますよね。でもこの UFO の構造っていうのは一定数惹かれる人たちがいると思うんですよ。で、僕自身もすごく UFO の構造っていうのはワクワクしながら読みました。なんか少年心をくすぐられるというか、男の人は特にそうなのかもしれないですけど、システムとか構造とか何か新しいその技術的な発見みたいのにすごくワクワクする人たちは一定数いると思いまして、でその人たちをこの UFO の構造っていう項目があることによって引き込めるという利点が一つあると思います。それによってよりこのアナスタシアっていう本の求心力というか集客力みたいなものがすごく広がりを見せるんじゃないかなと僕は思ってます。で、2点目の、アナスタシアの年齢についてなんですけど、アナスタシアの年齢、最初にこの1巻で出てきた時は20代前後のアナスタシアが出てきてますので、ずっとその20代のイメージで僕は読み進めました。なんで1巡目読んだ時はもうアナスタシアはずっと若いイメージで思ってたんですけど、2回目にこの1巻アナスタシアを読んだ時にはと気づいて、そういえばロシア語版のこのアナスタシア1巻が出た年が1996年なんですね。1996年に初版が発行されてるんで、その時にアナスタシアが20歳前後っていうことは現在、今2021年ですか。アナスタシアの年齢は一体何歳なんだろうって考えた時にアラフィフなはずなんですよね。僕の年齢が43歳なんで、僕よりお姉さんっていうことになるんですよね。今までずっと年下だと思ってたアナスタシアがいきなりこの旗と気づいて、お姉さんなんだという風にイメージが変わりまして、で一気に親近感が持てました。この50代前後
50歳手前か50歳過ぎかの女性で、しかもお子さんが2人いて子育ても経験している、そんな女性を、アナスタシアと重ねた時にすごく親近感が持てて、でこの本の中でも、超常的な力を持ってるみたいな描写もたくさんあって、それだけキャッチすると自分とはかけ離れた存在みたいな感じにイメージを持ちがちなんですけど、今回の気づきのアラフィフのお子さんを2人育ててる女性アナスタシアっていうのと、この本の中にちょこちょこ出てくる人間的な描写、例えばメグレさんの言葉にすごく悲しんだり打ちひしがれたりで、メグレさんに分かってもらえずに取り乱すアナスタシアみたいな描写もあるんですね。でそういうところを全部総合して考えると、すごくアナスタシアっていうこの人物像に僕は親近感を持てました。はい。で同じように、ここから派生して神様についても同じようなことを今回思ったんですけど、神という存在についてもいろいろな描写がこの本の中にあります。その中で未知のパワーを持った、球体みたいなのが出てきて、それが神の分身の一つだっていう描写もあるんですけど、この球体の描写の中でも超常的なパワーを持っている描写だけではなくて、例えば何か怒ってそうな感じの描写だったり、何かしたいんだけどそれをできなくて悶々としてるみたいな、そんな描写もあったり、今自分が持ってる同じような気持ちをこの神の分身みたいな球体も感じてるんだなっていうことを、今回改めて思いまして、それについてもすごく親近感を持てました。はい、まとめると、2回目アナスタシア1巻を読んだことによってアナスタシアがアラフィフだということに気づき、アナスタシアに今までより親近感を持てて、さらに神という存在についても考え至って親近感を同じように持てたっていうお話でした。はい、今回ご紹介した僕の気づきに限らず、皆さんループして読むことによっていろんな気づきがあると思うんですよね。本当に奥が深い内容の本なので、なかなか1回では全てを落とし込んだり理解することは難しいんじゃないかと僕は思ってます。なのでこのアナスタシア響き渡るシベリア杉シリーズ、日本語訳は8巻上まで今出てますけども、ぜひお時間のある方は、今の最新巻まで読んだらまたループして1巻から読み直してみるのも面白いんじゃないかと思います。はい、ぜひループして読むのをおすすめしますというお話でした。はい今日もご視聴ありがとうございました。